か夕日とかですね。7月なんかは山瀬で真っ白くて何も見えない日も多いんですけど、今年はでも良かったです。沖の防波堤も決壊してなくなりましたし、船もですね、ほとんど大半が流出してしまって、そういうのも揃って震災以前のような漁が少しずつねできるようになってきています。主に養殖業のわかめ漁なんかをしてるんですけども、そういうものもですね、施設が全部流されてぐちゃぐちゃになったものがおかげさまで、漁業者たちの努力もありますし、皆さんの支援もありますし、それでこう元の形にね復旧することができて、今震災以前のような漁はできてはいますけども。震災が起こってやっぱり番屋も復活させなきゃいけない、札波線ももちろん船があれば運航できるっていうので、地域の人がやっぱり今まで当たり前にあったこの番屋とかの良さとか価値っていうものに気づいて結束していたからこそ、4年という時間はかかりましたけども、元通りのこの番屋が再建されたっていうのはやっぱりその地元の人のパワーっていうのがやっぱりあったからだと思いますね。やはり札波線も漁師とちっちゃい船の中で1時間じっくり過ごせる。で料理のプログラムも漁師のお母さんたちと触れ合いながら地元ならではの食べ方でお魚をさばいて食べれる、そういう交流の中から地元の良さっていうものがじわじわとお客さんに伝わって、人と人の顔が見える観光の拠点になればいいなというふうには思ってます。昔はお米がこの辺取れなかったので海水を煮て塩を作って、でそれを盛岡とかの内陸に持って行ってお米と物々交換して、そういう塩作りの文化があったので、それを再建させて、海水を煮詰めてっていう体験施設ができていますし、どこに行ってもそれこそうちの体験プログラムを別に申し込まなくても七夕に来れば住民みんながよく来たね、どこから来たの、あんなことやってきな、こんなことやってきな、今の時期のおすすめはここだよとかっていうような、そういう気軽な交流がいっぱい生まれる、七夕の人の温かさが伝わる村になっていけばいいなと。